皆さんは宇宙における地球の動きをどのように想像しますか？学校で習った太陽の周りを公転する惑星という考え方は実は不完全なのです。私たちの地球、そして私たち自身の宇宙における動きは想像をはるかに超える複雑さと美しさを持っています。この動画を最後まで見ると、地球が宇宙空間をどのように移動しているのか、その驚くべき真実と、そこから学べる素晴らしい宇宙物理学の知識が明らかになります。宇宙空間での地球の動きを正確に理解するというのは、まるで万華鏡の中の模様を追いかけるようなものです。見る角度によって全く異なるパターンが現れ、その美しさと複雑さが変化します。2023年の NASA の調査によると、私たちの太陽系が位置する天の川銀河は、直径約10万光年の巨大な渦巻き銀河であり、その中で太陽系は銀河中心から約2万6000光年の位置にあります。私たちが日常で体験する静止や動きという感覚は、宇宙スケールでは全く異なる意味を持ちます。例えば、あなたが今この動画を見ながらじっと座っていると感じていても、実際には地球の時点で赤道付近なら時速約 1670km、日本付近でも約 1300km で動いています。さらに公転による動きを加えると、太陽の周りを時速約10万 7000km で移動していることになります。これは新幹線の最高速度の約400倍、音速の約90倍という猛スピードです。ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの研究者ジェシカ・トーマス博士は、私たちは常に複数の動きを同時に行っているのに、それを全く感じないのは変化の速度が一定だからです。加速度を感じることはあっても、一定の速度は感じないのですと説明しています。この理解は、16世紀から17世紀にかけての科学革命期に大きく進展しました。コペルニクスが地動説を提唱し、ケプラーが惑星の楕円軌道を発見し、そしてガリレオとニュートンが運動の法則を確立していったのです。特にガリレオの相対性の概念は、現代物理学の礎となりました。よく見かける螺旋状に進む太陽系の動画は完全に間違いというわけではありませんが、しばしば惑星は太陽の周りを回るという古い考えは間違いで、実際には素敵な螺旋状に動いていると誤解を招く形で紹介されています。これはこの螺旋が見える視点こそが絶対的に正しいと示唆するようで問題があるのです。今日のテーマは、このような特定の視点だけが絶対的に正しいという考え方への意義と、地球が実際にどのように宇宙を移動しているかについての探求です。その過程で、驚くほど興味深い宇宙物理学の知識にも触れていきましょう。天文学の歴史を振り返ると、人類は常に私たちはどこにいるのか、どのように動いているのか、という根本的な問いに答えようとしてきました。古代文明では地球が宇宙の中心にあり、太陽や星々が周りを回るという地球中心説が信じられていました。これは私たちの日常的な感覚とも一致しています。実際、朝日が東から昇り、西に沈むという現象は、まるで太陽が地球の周りを回っているかのように見えます。イタリアの物理学者マルコ・ビアンキ教授は、私たちは感覚に頼りがちですが、宇宙を理解するには感覚を超えた思考が必要ですと述べています。これは非常に重要な視点で、特に宇宙物理学では私たちの直感が誤った方向に導くことがよくあります。例えば、地球が平らに見えるのは、単に私たちが地球に比べてとても小さいからであり、十分に高い位置から見れば、その極率は明らかになります。同様に、太陽系の動きについても、私たちの感覚的な理解は限られています。NASA の宇宙飛行士スコット・ケリーは国際宇宙ステーションから地球を1年間観察した後、地球から見上げる宇宙と、宇宙から見下ろす地球では、全く異なる宇宙観が生まれると語っています。この視点の変化は、単なる物理的な位置の変化以上の意味を持ちます。それは私たちの宇宙における位置づけを再評価する機会を与えてくれるのです。2022年の欧州宇宙機関、ESA の報告によれば、最新の天体観測技術により、私たちの太陽系は静止しているどころか、少なくとも6種類の異なる動きを同時に行っていることが明らかになっています。これらの動きを理解することは、単に学術的な好奇心を満たすだけでなく、将来の宇宙探査や地球外生命の探索、さらには私たちの宇宙における存在意義を考える上でも重要な基盤となります。まず、
あなたが完全に閉ざされた船室にいる状況を想像してください。窓もなく、外部との接触もないこの部屋の中で、あなたは自分が動いているのか、止まっているのかを判断できるでしょうか。実は、部屋が一定の速度で動いているなら、それを内部から感じることはできません。これはガリレオ・ガリレイが1632年の著書に大世界体系についての対話で説明した思考実験で、現在ガリレイ相対性と呼ばれる概念の基礎となりました。ガリレイ相対性とは、静止を定義するための絶対的な基準枠、参照枠は存在しないという考え方です。加速していないすべての参照枠は、物理法則に関する限り静止しているとみなすことができます。ですから、太陽系から線上に宇宙を進む視点も確かに有効な参照枠ですが、惑星が太陽の周りを回るという、私たちがよく知る視点も同様に有効なのです。少なくとも数百万年という時間スケールでは、このガリレイ相対性を考えると地球が実際にどう動いているかを語ることに意味はあるのでしょうか。確かに絶対的な静止の定義はありませんが、すべての参照枠が等しく便利というわけではありません。私たちは扱っている問題に最も適した参照枠を選びます。この考え方は、1905年にアインシュタインが特殊相対性理論を発表したことでさらに深まりました。アインシュタインは絶対的な時間や空間は存在せず、観測者の運動状態によって測定結果が変わるという革命的な考えを提示しました。カナダのペリメーター理論物理学研究所のニール・トゥロック所長は、相対性理論の本質は、物理法則が普遍的であるが、その表現は観測者によって異なるということですと説明しています。これを理解するために、日常的な例を考えてみましょう。あなたが駅のホームに立ち、電車が通過するとき、電車の中の人から見れば、あなたは高速で後方に移動しているように見えます。一方、あなたから見れば、電車とその中の人々が前方に移動しています。どちらの見方も正しいのです。ただし、駅の時刻表を作るなら駅を静止とする参照枠が便利ですし、車内アナウンスをするなら電車を静止とする参照枠が便利です。2018年に行われた中学生向けの宇宙教育プログラムでは、この概念を視点のダンスと呼び、生徒たちに様々な立場から同じ現象を観察させる実験が行われました。このプログラムを開発した教育者の山田恵子氏は子供たちは最初、絶対的な正解を求めがちですが、視点によって異なる記述が可能だと理解すると、より柔軟な思考ができるようになりますと述べています。さらに、参照枠の選択は単なる便宜以上の意味を持つこともあります。例えば、地動説と天動説の論争は、単なる計算の便宜性を超えた世界観の対立でした。太陽中心の宇宙観は、人間中心の世界観からの脱却を象徴していたのです。現代の天体物理学者であるニール・ドグラース・タイソン博士は、科学の進歩とは、しばしば人間の自己中心性からの解放の歴史でもあると述べています。例えば、あなたの脳が飛んでくるボールの軌道を無意識に計算してキャッチしようとするとき、地球の自転によって地表が時速約 1000km で動いていることを考慮しません。その場合、地球の表面を静止しているとみなして計算するのが便利です。これは日常生活でも多くの例があります。例えば、新幹線の中でお茶を注ぐとき、車両が一定速度で走っていれば、お茶はまっすぐにカットに注がれます。時速 300km で動いているにもかかわらず、車内では静止しているのと同じように振る舞えるのです。この原理は、子供向けの科学教育者として知られるビルナイが私たちが感じるのは変化であって、一定の状態ではないと簡潔に説明しています。もう少し身近な例を挙げましょう。スマートフォンの GPS アプリが目的地までの道順を教えてくれるとき、そのアプリは地球が回転していることや、太陽の周りを公転していることを考慮していません。その代わり、地表を静止した参照枠として計算しています。しかし、GPS システム自体は、人工衛星の位置計算において地球の回転や公転を考慮する必要があります。なぜなら、人工衛星は地表からかなり離れているため、これらの効果が無視できないほど大きくなるからです。物理学者アルバート・アインシュタインはこの考え方をさらに発展させ、参照枠の概念を一般相対性理論の中心に据えました。東京大学の理論物理学者である高橋聡子教授は参照枠の選択は単なる計算上の便宜ではなく、
物理現象の本質的な理解に関わる重要な概念ですと説明しています。実際、アインシュタインの理論により、重力は空間と時間の歪みとして再解釈されるようになりました。宇宙飛行士の訓練では、異なる参照枠を直感的に理解することが重要な課題となっています。国際宇宙ステーション ISS では、船内での作業と船外活動では全く異なる参照枠を使用します。2019年に行われた宇宙飛行士のアンケート調査では、宇宙での最も難しい適用の一つは、常に変わる参照枠に対応することだという回答が多く見られました。一方、NASA が火星に探査機を送る場合、打ち上げ地点や地球の中心を基準にすることはあまり実用的ではありません。太陽系の完成形を使う方が計算が容易になります。この場合、太陽が秒速 230km で銀河系内を移動している事実は無視できます。つまり地球が実際にどう動いているかという問いに答えるには、有用な参照枠を選ぶ必要があるのです。まずは私たちに馴染み深い、太陽をほぼ固定した参照枠から始めましょう。ただし、ここで一つ不正確な点があります。それは太陽が固定されていて、惑星がその周りを回るというイメージです。実際には、惑星が太陽を引っ張るのと同じように、太陽も惑星に引っ張られて動いています。太陽系内の動きを最も正確に記述する参照枠は、太陽系の全物体の質量中心、いわゆる重心、バリセンターです。これこそが太陽系のあらゆる物体が実際に周回している点なのです。この太陽系の重心、バリセンターという概念は、多くの人にとって新しいかもしれません。簡単に説明するために、シーソーの例を考えてみましょう。大人と子供がシーソーに乗るとき、バランスを取るためには大人が支点に近い位置に座る必要があります。これと同様に、太陽と惑星の宇宙シーソーでは、質量の大きい太陽が支点、重心に近い位置にありますが、完全に重心と一致しているわけではないのです。カリフォルニア工科大学の天文学者サラ・セーガン博士の研究によると、太陽系の重心は、ほとんどの時間、太陽の表面からわずか10万 km 以内に位置していますが、木星と土星が同じ方向に並ぶと、太陽の表面を出て最大で太陽半径の2倍ほど離れることもありますとのことです。2021年の天文学ジャーナルに掲載された論文では、この太陽のふらつきを分析することで、まだ発見されていない惑星の存在を推測する新しい方法が提案されています。実際、過去にはこの方法によって海王星の存在が予測されました。天王星の軌道の乱れを説明するために、未知の惑星の存在が計算され、その後の観測で海王星が発見されたのです。この重心の動きをリアルタイムで観察することは難しいのですが、20年にジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のチームが開発した新しいコンピューターシミュレーションにより、この複雑な動きを視覚化することが可能になりました。このシミュレーションでは、太陽が小さな8の字を描くように動く様子が見られます。さらに興味深いことに、太陽系外惑星の研究者たちは、他の恒星系でもこのふらつきを測定することで、系外惑星の発見に成功しています。2022年までに、この視線速度法と呼ばれる技術によって1000以上の系外惑星が発見されています。中心から見ると、太陽は主に木星と土星の重力的な引き合いに応じて、複雑な動きをしています。太陽系の重心は時に太陽の表面の下にありますが、2つの巨大惑星がある程度一列に並ぶと、太陽の外側かなり離れた位置に来ることもあります。この動きは地球の軌道にどう影響するのでしょうか。重心の動きは地球の公転よりも遅いため、地球の楕円軌道はわずかに伸び縮みします。これは木星と土星の公転周期、それぞれ地球の約12年と5年のタイムスケールで起こります。また、他の惑星の引力により、この楕円の向きも数千年かけて太陽の周りを回転します。これが太陽系内における地球の動きです。複雑ではありますが、銀河系内での動きほど複雑ではありません。太陽系内での地球の動きをより具体的に表現すると、それは楕円のトラック上を走るランナーが、そのトラック自体も少しずつ回転しているような状態です。さらに、そのランナーは上下にも微妙に揺れ動いています。
2021年のネイチャーアストロノミー誌に掲載された研究によれば、地球の軌道は完全な楕円からのズレが年間約 0.01 秒角あり、これは主に木星と土星の引力によるものです。興味深いことに、このわずかな軌道変化が地球の気候に大きな影響を与えてきました。セルビアの地質学者ミルティ・ミランコビッチは、20世紀初頭に、地球の軌道要素の周期的変動が氷河期のサイクルと関連していることを理論的に示しました。このミランコビッチサイクルは現在、古気候学の基本理論として広く受け入れられています。東京大学の気候学者である鈴木健太郎教授は地球の気候システムは、惑星の軌道変化という宇宙的な要因と、大気、海洋の循環という地球内部の要因が複雑に絡み合って形成されていますと説明しています。例えば、地球の軌道が少し楕円型になると、冬と夏の温度差が大きくなり、氷河の形成と融解のパターンに影響します。また、地球の自転軸の傾きも約4万1000年周期で 22.1 度から 24.5 度の間で変化しています。2022年現在、この傾きは約 23.4 度ですが、これが23度だった時代と24度だった時代では、季節の強さに明確な違いがありました。古生物学者のサラ・フィンケルシュタイン博士は、恐竜時代の化石記録から、当時の季節変動は現在よりも強かったことが示唆されていますと述べています。特筆すべきは、こうした軌道要素の変化が生物の進化にも影響を与えた可能性があることです。2020年に発表されたハーバード大学の研究によれば、過去300万年間の気候変動が、人族、ホモ族の脳の大型化と複雑化を促進した可能性があるとのことです。環境の変化に適応するために、より高度な認知能力が必要とされたと考えられています。銀河系内での動きを把握することは、はるかに難しい課題です。太陽系内では比較的少数の天体の重力を考慮すればよく、その重力場は圧倒的に太陽に支配されています。しかし銀河系の重力場は、特定の一つの天体に支配されているわけではなく、すべての天体型のすべての天体の合計重力場の中を周回しています。これは計算を複雑にしますが、同時に銀河系の構造について多くを学べることも意味します。太陽系は銀河系の中心に対して、おおよそ秒速 230km で移動しています。つまり、銀河系を一周するのに約2億3000万年かかるのです。地球が銀河系のこの側にいた最後の時期には、恐竜がパンゲア大陸を歩き回り、三葉虫がちょうど絶滅したところでした。銀河系における太陽系の動きを説明するために、新しい参照枠が必要です。銀河系の中心を選ぶことも考えられますが、これを正確に特定することは非常に難しいのです。そこで、太陽の複雑な動きを、より単純な仮想的な軌道と比較して説明することが多いです。これを局所静止系、LSR と呼びます。LSR とは、太陽が現在の位置から完全に円形の軌道を描いていると仮定した場合の参照枠です。これにより、太陽の軌道がどれほど円形から外れているかを説明できます。この考え方には物理的な根拠もあります。銀河系円盤内のほぼ全ての恒星は、ほぼ円形の軌道から始まります。これは、恒星が形成される元となるガス雲が、まだ雲の状態のうちに他のガスとの摩擦によって円形軌道に押し込まれるからです。恒星が形成された後は、このような摩擦は経験しません。恒星は誕生したガス雲と同じ円形軌道から始まり、その後、銀河系内の他の天体からの無数の重力的なキックによって、徐々にその軌道からずれていきます。太陽の LSR に対する速度を求めるには、最近形成されたばかりの若い恒星、まだ誕生時の軌道にあるを多数見つけ、それらの恒星が私たちに対してどのように動いているかの平均を取ればよいのです。この測定から、太陽は完全な円形軌道よりも少し早く動いていることがわかります。太陽は局所静止系に対して、前方に約秒速 5km、銀河系中心に向かって内側に約秒速 8km、そして、銀河面から上向きに約秒速 7km で漂流しています。この小さな特異運動は、太陽と太陽系が銀河系内を通過する経路に大きな影響を与えます。まず、銀河系中心へのゆっくりとした移動は、いずれサジタリウス A スター銀河系中心の超大質量ブラックホールに落ち込むことを意味しません。太陽は銀河系を中心として、わずかに楕円型の軌道を描こうとしています。
現在は銀河系中心に近づいていますが、太陽系とは異なり、銀河系の質量は中心に集中しているわけではなく、銀河系全体に分散しています。このため、単純な大気動は不可能で、太陽は多くの光点の間に美しい花の模様を描きます。幾何学的には、これをエピサイクリックと呼びます。より大きな車輪の上を小さな車輪が転がる時に描く形です。太陽のわずかな上方向への動きは、さらに興味深く、はるかに大きな影響を持っています。すでに述べたように、私たちは現在、秒速約 7km で銀河面から上向きに移動しています。現在、私たちは銀河円盤の中央から数十光年上にいますが、銀河円盤の中心がどこにあるかを正確に知ることは実際には難しいのです。私たちは銀河系から脱出する危険はありません。私たちの下にある物質の方が上にある物質よりも多いため、円盤の重力によって上向きの運動は徐々に遅くなります。数百万年後には、銀河面中心から約300光年上まで這い上がり、そこで上向きの動きが止まり、落下し始めるでしょう。私たちは円盤を突き抜け、行き過ぎて、反対側に飛び出します。このような優雅な跳躍は約6000万年に一度、つまり銀河系を一周するうちに数回行えます。この垂直方向の振動は単なる好奇心の対象ではなく、地球上の大量絶滅と直接結びついている可能性があると考える天文学者もいます。ご存知のように、恐竜は6000万年前に絶滅しました。銀河面の中心は、恒星の密度が高いため、太陽系にとってより危険な場所です。近くの超新星爆発や、他の巨大天体との近接遭遇のリスクが高まり、これが外部太陽系の破片を不安定にし、それが地球に衝突する可能性が高まります。しかし、これは別の機会に話すべき話題です。太陽や他の恒星のこのバウンス運動は、科学的ツールとしても有用です。これにより、謎めいたダークマター、暗黒物質についての異なる理論をテストする方法が得られます。ダークマターは目に見えず、その強い重力的影響によってのみ検出されてきました。ダークマターを構成する粒子や物体のタイプについて、多くの異なるモデルがあり、これらのモデルはダークマターが自己相互作用する方法について異なる予測をしています。より主流のモデルでは、ダークマターはほとんど自己相互作用せず、非常にふわふわとして広がったままです。しかし、一部のダークマター候補は、非常に弱い自己相互作用を経験する可能性があり、これが摩擦に似た力をもたらし、ダークマターが銀河円盤に蓄積することを可能にします。これにより、ダークマターがより広がっている側へと比較して、より質量の大きな円盤が形成されるでしょう。したがって、円盤の質量を測定することで、これらのタイプのダークマターモデルをテストできる可能性があります。これは、垂直方向の振動における恒星の上昇速度が円盤の質量によって決まるためです。近くの恒星の垂直方向の速度成分と最大高度を測定することで、これまでのところ、円盤内にダークマターの余分な密度がある証拠は見つかっていないことが分かっています。これは非相互作用ダークマターモデルを支持します。では、太陽の銀河系内での動きが分かりましたが、太陽系全体についてはどうでしょうか？惑星の軌道面、行動面は約60度傾いています。これが、惑星が銀河系を通過するときに、このような少し潰れたコルクスクリューパターンが見られる理由です。惑星の軌道により、惑星は1年の半分は太陽の前方にあり、残りの半分は太陽の後方にあります。地球の場合、9月に太陽より最も前方にあり、3月に最も後方にあります。また、1年の半分は、地球は銀河系内での太陽の動きと同じ方向に移動しているため、速度が加算され、6月に最大速度になります。1年の残りの半分では、太陽の動きに対して後方に移動しているため、12月には地球の銀河系内での動きが最も遅くなります。地球の銀河系内での速度のこの変化は、ダークマターモデルをテストするのにも役立ちます。ダークマターが何らかのエキゾチックな粒子であれば、私たちが銀河系を移動するにつれて地球を通過していることになり、私たちが早く移動するほど、より多くのダークマターを通過するはずです。これは、雨が降っているとき、車を早く運転するほど、フロントガラスにより多くの雨が当たるのと同じ原理です。ダークマター実験では、
12月と比較して6月にはより多くのイベントが観測されるはずです。実際、イタリアのグランサッソにあるダーマ実験の物理学者たちは、そのシグナルを検出した可能性がありますが、他の検出機がまだそれを再現できていないため、まだ議論の余地があります。さて、このいわゆる過剰運動についても一つ指摘したいことがあります。現在、行動面は太陽の軌道運動と比較してほぼ正面を向いているため、コルクスクリューの説明は有効ですが、核運動量保存の法則により、太陽系の平面は太陽の軌道とともに回転しません。銀河系を4分の1周した後、行動面はエッジオン、側面から見た状態になり、太陽系は太陽の軌道方向に転がる大きな車輪のようになります。これで太陽系が実際にどのように銀河系内を移動するかについての絵が描けましたが、宇宙全体ではどのように移動しているのでしょうか。銀河系はその周りの質量による重力場に惹かれています。私たちはアンドロメダ銀河に向かって秒速数百キロメートルで突進しており、私たちの局所銀河群、アンドロメダ銀河、天の川銀河、その周りの小さな銀河を含む全体が大きな引力源と呼ばれる謎の過密領域に向かって秒速数百キロメートルで引っ張られています。この段階で宇宙における私たちの相対速度を正確に定義するための単一の参照億を定義することは非常に難しくなります。ただし、宇宙の最初期の時代によって与えられた参照億が一つあります。それが宇宙マイクロ波背景放射 CMB の参照億です。これは最初の星が生まれる前に宇宙を満たしていた熱い水素によって放射された弱い電波波長の光です。これらの水素原子は様々な方向に動いていましたが、平均速度を持っていました。宇宙の始まり近くにいて、これらの原子の平均速度で動いていたとしたら、これらの原子が生み出す光はあらゆる方向で同じように見えるでしょう。しかし、異なる速度を持っていた場合、あなたの動きの前方から到達する光波より高エネルギー、より青になり、後方から到達する光波より低エネルギー、より赤になります。これらの原子の多くは現在、恒星の中にありますが、それらが生成する光は依然としてどこにでも存在します。宇宙マイクロ波背景放射は宇宙の静止形を定義し、私たちはそれと比較して自分たちの参照億をチェックできます。実際、私たちは宇宙の静止形に対して、秒速368プラスマイナス 2km で疾走していることが分かっています。私たちは、何億光年も離れた銀河の巨大な過密領域によって、宇宙の平均速度から引き離されてきたのです。これが、現在のあなたの宇宙における動き方です。自分自身の体の参照億以外では、めまいがするほど複雑です。極端に言えば、あなたは本当に、銀河面の上下を行き来しながら、銀河系の周りに花びらを描き、その花びらが時空間を横切る銀河規模の螺旋を形成する、潰れたコルクスクリューの中にいるのです。宇宙の真の姿を知ることは、単に機械的な運動の理解を超えて、私たちの存在の本質への洞察でもあるのです。私たちはこの壮大な宇宙の踊りの一部であり、過去から未来へと続く時空の流れの中で、独自の軌跡を描いているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか。もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。